るわよ。裁判のさ、実務の授業の課題決まった？てかそのチラシ何？ありがとう。これさっき食堂に置いてて、この前講義で教授が言ってた神戸の石炭火力の問題のやつ。そんなんあったな。今2つの裁判が起こってて、次の裁判期日はちょうど来週。めっちゃタイミングいいやん。なんか課題のテーマ考えるのもあれやし、とりあえずこれ行こう。今回ドラマの舞台となる裁判では何が争われているのでしょうか。気候危機が深刻化する中、気候変動への影響を十分に考慮せず、温室効果ガスを大量に排出する石炭火力発電所の建設を認めた国の判断の適否について争われています。火力発電所など大規模な事業を行う場合、環境に与える影響を予測・評価し、適切な環境配慮が実施されるようにするための手続きとして、環境アセスメントがあります。環境アセスメントは、住民や自治体などの意見を聞くとともに、専門的立場からその内容を審査し、適正な環境配慮がなされるようにするための手続きです。計画した事業者は、必要な手続き、定められた基準を満たしていることを示す評価書を経済産業省へ提出します。次に経済産業省は評価書の内容を確認します。そして評価書に変更の必要がある場合は変更命令を、問題がなければ確定通知を出します。今回問題となっている計画は、神戸製鋼所が新たに建設する2基の石炭火力発電所です。深刻な気候危機を回避するには、石炭火力発電所を早期に廃止する必要があります。しかし国は、事業者から提出された評価書について、事業計画を変更する必要性はないとする通知を出しました。これに対し、近隣住民ら12名は、石炭火力発電所の建設・稼働に伴い、大量に排出される温室効果ガスが気候変動を加速させ、原告らの生活を危険にさらし、人権侵害をもたらす恐れを十分に考慮していないと訴え、国が出した通知の取り消しを求める裁判を提起し、争っています。それでは皆さんも、傍聴人になりきって裁判ドラマをご覧ください。これが法廷。テンション上がるね。真ん中が裁判長で、裁判長から向かって右が右陪席、左が左陪席やね。ここから見て左が原告で、右が被告やな。今回の被告は国で、原告は多くが周辺住民らしい。そうなんや。そろそろ時間やね。座ろうか。神戸製鋼石炭火力発電所環境アセスメント取り消し請求事件。それでは始めます。原告どうぞ。我々は神戸製鋼石炭火力発電所の2基にかかる増設計画に対し、国が環境配慮上問題がないとした判断について、これが違法であることを理由にその取り消しを求めます。大きな発電所を建てるときは環境に影響を及ぼす可能性があるから、事前に調査しなければならないってことは分かるんやけど、なんでこの過程が訴えられるんかな。環境を守るために必要であると判断された場合、国に再調査を命じることができるらしい。そうなんや。違法であると主張する根拠の一つは、石炭火力発電所が排出する大量の二酸化炭素が地球温暖化を悪化させ、取り返しのつかない被害が生じることです。被告、反論はありますか？
そもそも原告らにはこの裁判をする権利はありません。なんでやねん。なんで被告、その理由を説明してください。二酸化炭素の排出や地球温暖化の問題は法的な権利の問題ではないからです。二酸化炭素の排出や地球温暖化を止める法的な権利など、我が国では聞いたこともないでしょう。法的な権利の問題ではないのですから、当然裁判をすることはできない。それだけのことです。今回の発電所については、国は設置について法律違反はない。だから設置を認めたわけで、原告らがそれを裁判で争うことはできません。確かに法的な権利って難しいな。 CO2 の排出によって温暖化が進むってことはわかるけど、今日明日で自分の暮らしが変わるわけでもないし。でもこの発電所からどれだけの量の CO2 が排出されてるか知ってる？神戸市の全体の排出量よりこの1社の排出量が上回るってめちゃくちゃ多くない？それは確かに。静粛に願います。まあ確かに我が国ではそのような権利は聞きなじみがないですね。原告、反論はありますか？被告の主張は不当です。二酸化炭素が大量に排出され、地球温暖化が悪化すれば、人の命に関わる事態が生じます。命の危険が法的な問題でなければ、何が法的な問題なんですか？二酸化炭素の排出と地球温暖化は人権侵害の問題です。国が発電所の設置を認めたことによって人権侵害が生じているのですから、裁判をできることは当然です。確かに地球温暖化が極めて重大な問題であることは認識しています。被告、この点についてはどうですか？裁判長がおっしゃる通り、地球温暖化問題が大切な問題であることは認めます。しかし、今後、我が国の政策によって解決していくべき問題と考えています。国会で今後しっかりとした議論がなされるはずでございます。行政を野放しにして裁判所はどういうつもりなんですか？確かに我が国でも地球温暖化に関する政策は議論の真っ只中ですね。いろいろな課題がありますし。異議あり。被告は地球温暖化の切迫性を全く理解できていません。政策で解決すると言いますが、現にこうやって二酸化炭素を大量に排出する施設ができようとしているじゃないですか。今すぐ何とかしないと取り返しのつかないことになるから、急いで裁判をしているんです。裁判所にもこの危機感、切迫性を十分に理解してもらいたいと思います。議論が成熟してからとおっしゃいますが、地球温暖化を止めないといけないということ自体は、日本でも世界でもとっくに共通認識になってるじゃないですか。今ここで司法の力で発電所を止めないと、将来取り返しのつかないことになりますよ。そうだ。あの石炭火力なんておかしい。子供たちはどうなるんだ？静粛に。被告、反論はありますか？はい。先ほども重々申し上げた通り、二酸化炭素の排出、あるいは地球温暖化の問題というものは、裁判所に持ち込むような問題ではございません。二酸化炭素の排出を止めるとか、地球温暖化を止めるとか、そういった政策の問題は、裁判所で判断することではないのです。我が国ではこのような裁判はできない。それは裁判長、あるいは裁判官の皆様ご存知の通りでございます。こういった地球温暖化の問題は国会で審議をしていただいて、必要な範囲での対策を立てていただく。それが筋でございます。ひどいね、それ。絶対そうだやん。いや、どうすれば判決出てますよ。原告、被告、主張は以上ですか？はい、以上です。
裁判所には公正な判決を求めます。被告からも以上です。それでは決心します。久しぶり。久しぶり。この前傍聴行ったやんか。あの後から石炭火力について結構考えることがあって。てか発電所ってどこにあるんやっけ？今向こうに煙突見えるやろ。うん。今4号機は試運転中らしいけど、来年には全て稼働するみたい。そうなんや。自分の身近なところにあったの全然気づかなかったけど、まずは自分の身の回りの人に伝えることならできそう。濃厚神戸。